ーのフートークイエーイちょっと普段やらないことやってみたんだけどどうですかね。いい感じです。すごいちょっと締まります。そうそうそう。でもなんかオープニングとか今までなかったからちょっとなんかやってみたいなと思って今日なんかシャワー浴びながら朝なんかやろうかなって思ってたんですよ。んでちょっと今日はオープニングちょっと叫んでみました。ちょっとね今日マイクのねマイクの調子が悪いのでもし音入らなかったらご理解ください。すいません。で今日はちょっと初めての登場ですよね。うちの期待の星しのしのです。しのです。でEC のすずちゃんです。おすずです。イエーイ。おすずさん。今日はこのお二人と一緒にちょっとねみんなの推しを発表します。イエーイ。推しがねこういる。そうですよ。激扱い。そう。激扱いなんだ。激扱いですよ。すごいなんかこの2人だったら推しの話ができそうって思って2人を招いてみたって感じなんですけど、推し活をねよく見かけるので、でちょっとお二人と推しの話をしてみたいと思うんですけど、ちょっとまず推しの私から行く。私の推しはミルクです。ちょっとなんか昭和感じた。これ何だったの？これはミルクですの挨拶というか、番組とか出る時もミルクですって多分やってるはずです。ちょっと超ド新規なんでちょっとあれなんですけど、最近めっちゃ好きになってきて、最近なんだ感じですね。最近めっちゃ最近です。ずっとさ事務所でなんかメツメツ言ってる滅病になってましたよね。なんかすごいメツメツ言ってると思って。そう滅病かかっちゃって何すぎて滅ってずっと言ってて言ってます。爆裂とか全部言っちゃう。爆裂もそうなの？爆裂もミルクなの？そう爆裂愛してるっていう曲があって、爆裂愛してる。爆裂愛してる。激しめ。そういう曲なんですよ。怖いかもその愛。そう本当に最近いつだろう、先月ぐらいにハマりだして、めっちゃ最近じゃん。めっちゃ最近です。めっちゃ最近好きになって、なんか前から知ってはいたんですけど、ドハマりしてちょっとコンサートも応募しました。確かになんか言ってたよね。はい。もう結果出たの？当たりました。おめでとう。それは初めての。じゃあメツメツ見に行くんですね。もう生メツ。もう本当に嬉しくて、そう当たると思わなくて、そう結構嬉しいです。なんかその推し活してて、ライブが当たらない当たるで、タイミング悪いと多分冷めてっちゃう。そうなんですよ。しかもこんな新規で当たるのってねすごい。そうだから当たんなかったら冷めるなって思いながら、この夏冷めるな。しかも来年の1月なんですよ。早くライブが。でも結構遠いじゃないですか、今から半年後とかだから、これ当たんなかったらでも当たってもきついなみたいな熱が保てるかなと思いながらだけどそう自信持ってよそこは。でも当たったんでちょっと一緒に見に行こうと思います。セリセリと？そっか。そうなんだ。誘ったら来てくれるということで、微笑んでます。なんでご縁がありました。すごい。そうなんだ。そんな感じです。どっちが先なの？私がなんかこうちょっとずつ布教して隣の席なんで、良くないですか良くないですかどうですかってやったらなんか洗脳したじゃん。私も最近 TikTok 出てくるよって言ってくれて、すごいなんかこそっとなんか行きませぬみたいなやったらなんか行きたいみたいな言ってくれたので、優しい。ゲッツメツをゲッツメツ玉をゲッツしました。すごい。しかも隣でね。いやそうなんですよ。嬉しいです。なんかみんな興味ないって言われて、ライブあるんだけど行こうよみたいな、明日締め切りなんだよねみたいな申し込みのって言ったらなんか興味ないみたいな、みんな興味ないみたいな。でも結構いるよね。いるんですけど多分チームもいるし。そうなんか店舗の子でいるんだよね。誰だろう。でも私知ってるの浜ちゃんとか。そう浜ちゃん。そう私も浜ちゃんと私たち推し一緒なんですよ。ミルクの中で。そうなんだ。3人とも？はい。
それはあなたが普及したからじゃないの？いやでも浜ちゃんの方が確かにそれはそう。全然子さんで浜ちゃんの方が多分そうなんだ、それ大先輩。もともと多分そのスターダの男性アイドルが好きみたいな感じらしいんで、何しただって。スターダスト事務所ベース推ししか知らないスタダって言うんだ。スタダでございかっこいいねなんかますでちなみにお名前は山中くんというそう、あ、そっか。そう私同じ名字なんですよ。そうなんですよ山中重太郎2期という感じですね。重太郎さん山中と言います。だから勝手に私も好きは好きなんですけど、ここまでじゃない。でも勝手一に応援番ね、こうビジュアルがすごい素敵な方なんで、ハマっちゃうのはなんとなくわかる。整ってるよね。すごいうなずいてうなずいてるそうなんですよ。でそう推し活といえば私の中ではやっぱおすず、うん、そうですね私ももうその印象がすごい全然強い。でもなんレベルがかホット高。ないのは絶対しのちゃん今はその私なんかすごいホットな時期ではない別にって感じではない、あ、もうでもずっとだからってこと。そうですよねきっと。そうでも全然 K-POP 私 K-POP の NCT が好きなんですけど、へー NCT ハマったの多分会社に入る直前ぐらいので21年のおお長い長あそうなんだ大子さんうん。でなんか「スティッカー」って曲があるんですけど、うんうん結構 NCT 界隈の中ではトンチキ曲あーはいはいやっぱそうなのトンチキってトンチキって何トンチキ曲なんかが変な曲でもあれじゃない、そう大体なんか1曲目ってさ、ちょっとそういうの多くない？そうなのかな。なんかでも結構あそうかも NCT って長くて全然私が好きになる前からいる確かに確かにあ、そっかそっか。そうなんだ。別に1曲目ではないのか、それが。私が好きになった1曲目がそか、それ。あーはい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 。そもそもあんまりアイドルには興味なくて、うんうんNCT の前にちょっと BTS も見てた時期はあるんですけど、んうんすごいハマってたかって言ったら別にそうでもなかったんですけど、へなんか全然バンドとかの方が好きだった、昔はあそうなんだバンドとかも結構私なんだろうめっちゃ行ってるタイプだったんですけど、いやすごいでな。もそれで言うとおすずをそうさせた NCT ってすごくないですか？そうなんですよなんかすごい新鮮だったんですよ、うんなんか、多いよね人数もめっちゃそうなんだ。うん何人数めちゃく人いちゃ多いるんですか。なんか出たり入ったりあって出たり入ったり。そう出たり入ったりあるんだよねなん出入り激しいだかんだ23かなちょっと違ったら23？あそう今なんかそれで23ユニットがいっぱいあるうん、 NCT その中であるんだよね。そうです3人なんだけどでもなんか出たり入ったりあったりそう出たり入ったりが私一番兄貴グループの127イリチルが好きなんですけどあイリチェそうあなるそうほどどういう意味どういう意味？127そのまんまなんだ初めて聞きました。ヘジさんのネイティブ韓国語を嘘。初めて聞きました。あんまり言わないないとあれわかんあない。そうですねそうかでもなんか最近出たグループ NCT ウィッシュみたいなグループがあーあって日本人のねすごいそう人気なんですよ、日本人の子もいるグループうんうんうんでめっちゃ人気なんですけど、 NCT って日本人もいるんだ。そうなんですいるいる普通にいる何人かいるよね初めて知った。いますすごいね。います選ばれるのっウィて。ッシュがボアがプロデュースそうしてそうそうすごい私それで最初の曲だけ知ってるあデビュー曲だけ逆に、今もときめくですけど結構23人の中でウィッシュ。まあそうその子たちは後から加わったなるほどなるほど。へえ。常時なんか追加されてくる。なんかでも終わったんですよその常時追加システムだったんですけど、イスマンさん SM のイスマンさんがいなくなったことによって止まったんですけど、イスマンさんはねその SM を作った人なんだへえ。けど無限拡張といあそうそうう無限拡張やばコンセプトなんでい。す NCT あそうだったんだですけどうん止まっちゃったんですけどそうなんだ。そこまで知らなかったからなんか増えたなぐらいの感じ。なんか私推しではないけどでもスマンさんの世界観ってすごいから、うんなんだっけクワンヤだっけあれ、なんか独創的独へー創的な世界観があってその中になんかエスパももともとそうその中の一員みたいな感じで、だったんだけどエスパさんそうエスパさんそうでもスマンさんがちょっとお辞めになられて、あそうなんですよそれでちょっとストップしたんだね。あ、そうなんだ。いろいろやりづらかった無限に拡張していくのはちょっとやりづらかった確かに。まあそうだよね。だってうんチームワきつそうークとかもそうだし。そう大変そう。 NCT の中でも好きなメンバーがいるじゃん。はい一番好きなのは今は NCT の一番年上うんおお。でジャニー誰あジャニーが一番年上なの。ジャニー。そうですちょっと浮かばないね。ジャニーって。はい。すごいもうありえないぐらい顔が小さくてあへー顔小さいんだ。小さいです一回だけなんだろう
ポストカードお渡し会みたいなの行ったことあるんですけど、もう本当にありえないぐらい顔がちっちゃかった私もうそれしか覚えてなくて、ありえないって顔がこのぐらいってことですか？いやでも本当に女性と顔のサイズが変わらないけど多分180、身長あ、だから余計にちっちゃく見えるよね。男性だから肩幅もまあまああるだろうしさ。山中さんぐらい。私でもそんなに顔ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。本当ですか？コンパクトに見た時に、ちっちゃい顔って思ってなりたい、そんな感覚。そこなりたいそこに先に目が行くってすごくないですか？でも際立つんだ、こう。いいなでなんかすごい陽気な感じの方、うん結構欧米系のああそうだね。確かアに。メリカ人アメリカ人。いや韓国入ってる。韓国系のアメリカ人、国籍はアメリカあそうそうなんかそういうアーティスト多いですよね、韓国。アメリカ国籍向こうで生まれた人とか割といるいるかもしれない。ジャニー、覚えましたジャニー、じゃジャニジャニージャニーまあジャニージャニー。英語表記だと多分ジャニーなんですけど、そうジャニーみんなジャニーって言うんだよ。あー、じゃあもうジャニーって呼んだ方がいい。じゃあジャニー。ジャニーあでもかっこいいよ普通に。そうなんだ。ムキムキ系ムキムキ系、あ、いいですね、ムキムキ系。ありえないぐらい顔がちっちゃくてムキムキででかい。余計ありがとうございますちっちゃく見えるね、それ。もう本当に。ってことで山中さんは私は欲し本当ね最近なんですけど私もワールドカップをあーそうだ、見山中さんとそういえばサッカーそう見出してでちょっと選手じゃなくてコーチの方なんですけどそうコーチの方ねフィジカルコーチ松井さんっていう方松井良一さんっていう方がいるんですけどもしかしたら FIFA の公式の写真使えるかな多分皆さん見たことあると思うんですけども長年フィジカルコーチされてる方でそう有名カール有名なのかな多分見れば分かる多分ずっとねちょくちょくは映ってて、もちろん影のサポート影の存在。はいコーチなんですけどへ何が魅力かっていうとやっぱりみんなを支えてるっていうそれはそう。精神面精神面もそうだしやっぱりどっちもこの方ですか？違います違う人出さないでください。松井良一さんって良一さん。で良さを。でなんかやっぱりみんなのその一人一人の選手を管理してるんですよあそのはいはいその方ですその方ですはい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 。で見たことある方いると思います一人一人の走行距離だったりとかを分析データ分析してこの選手はここまでしか今日は練習させたくないとか、そう管理してるんですよデータで。すごそうそれをやってらっしゃって車みたい選手が。そうそうそうどういうこと？走行距離とか言い出したらなんかあるんですね。そのあるの人生でってことですか？そう年間のその一人一人のいやすごい。選手のスケジュールを組んだりとかすごい方なんですよ。やりすぎるとそう逆に良くないしみたいな。コンディションをその大会までに持っていくためのそうかスケジュール感だったりとかすごいメニューを決めたりとか練習とかに GPS つけてるんですよ選手たち。それでデータをこの心拍数だったりとすごいかリアルタイムでこう松井さんのところに届いて今これぐらい走ってるなみたいな。そうでなんかメニュー決める時とかもコーチ陣たちといやもうここまでしか今日は練習はさせたくないですっていうのといやでもコーチの人たちはもうちょっと確かに準備したいっていう気持ちとこう話し合ってちょうどいいすり合わせをむずやったりとかしてるらしいんですよ。でもなんかその人を押す理由って何ですか？それお仕事でやってるんじゃないですか？ぶっちゃけやれ。でもなんかそれお仕事だけでそこまでできるかっていうなんか一人一人の長年の付き合いだったりとか信頼関係とかもあってこそあなたしかできないみたいな。なるほどね。人格もこう。そう関係値とかで今ね映画やってるんですけど映画何の森保さんがこうなんかなんだろうねドキュメンタリーみたいな映画やってるんですけどそこにも出てきたりとか映画館でやってドキュメンタリー映画ってこと？そうです森保さんので選手たちも出てきたりとかどういう動きをしてるかとかなんか見れるんですけど、ぜひ見てください。今公開中なんですけど今やってるんですよ。泣いちゃう本当に泣いちゃう本当に上手になる見ましたそういうところから選手の関係値裏側の見えたりするんですけど素敵な人だなと思って最近ちょっと
まっちゃんって呼ばせていただいてるんですけど森保さんがまっちゃんって呼んでたんでそれで一緒に一緒に一員みたいになった感覚でまっちゃんって親しみを込めて呼ばせていただいてるんですけどそうすごい好きなんですよ。いや気合が入ってます。気合を感じます。確かに熱意を今すごく感じた。熱量がすごい。すごいなと思って。ワールドカップもあったし、ワールドカップ見ててもまずベンチ陣にまっちゃんがいるかどうかを確認している時といない時があるんですか？なんかね基本いるんだけどいない時があって映ってないだけかもしれないんですけど、席を外してる席を外してるだけかもしれないけど今日いないんだみたいなちょっと心配だなとか思ったりそのして選手も心配だし、そう選手たちのこうフィジカルな部分心配だしちょっと変わった目線で申し訳ないんですけど山中さんがその1位になってるんじゃないですか。選手のサポートのサポートみたいな感じ。はいテレビ越しでなるほど応援していただいて本当サポーターのサポーターそうですね。すごい気持ちが今すごく伝わってしまってそうなんですよ。私の推しは松本さんでした。なんで拍手するの？なんかこっちアイドル角度がね違くて申し訳ないです。めずよしお持ちの方でした。ミルさんはどうですか？でもなんか私すっごい考えたんだけど、そんなに言っても推しって言える推しがあんまりいなくて、そう聞いたことないなって思った。推しっていうか多分単発推しがめっちゃ多い。そんなになんかすごいずーっと推してるみたいなのはなくて、今はもうこれで熱いみたいなのが多くて、直近で言うと私この動画クートークの中でめっちゃなんか前回もなんか言ってた気がするけどマイケル・ジャクソンが大好き。そうマイケルはねもう最近までなんかずっとマイケル・ジャクソンの話をしてマイケルしてますもんね。そうマイケルしてたんだけどマイケルのキャップもかぶってます。そう私マイケルのT シャツも買ったもん。ツアーましたね。買ったもん。それも買って帽子はもともと持ってたんだけどヴィンテージっぽいやつのそうあれ古着屋さんにわざわざ行って私2ヶ月後にマイケルの映画見るしなと思って着てるなと思いました。マイケルの映画に見に行くためのこうアウトフィットを探しに古着屋に行ったんです。気分が上がりますね。気分が上がるからそれを探してたんですか？ずっと古着とかで。そう探してたんだけど意外とマイケルのT シャツってあんまなくて高そうだし高い。あとなんかパチモンが多い。本当にライブで売ってたやつの古着とかあとちゃんとライセンス組んでコラボしてたやつとか勝手に作っちゃう人いますもんね。そういるからパチモンはちょっとなそうですね。プライド的にちょっと嫌だなと思ってめっちゃわかる。もうパチモンじゃないやつを探してたら古着屋までたどり着いてなんかT シャツ1万円超えるんだよ。そうやっぱそうなんですね。私見たことないかも。なんかねストーリーでしか私も見たことなくてヘジさんの安い気がする。そうマイケルにしてはそんなに高くない。もうプレネみたいな。スリラーのジャケ写の T シャツなんだけど超かっこいいな。なんかやっぱ推しがいる人って絶対公式グッズしか買わないみたいなのって本当なんだなと思って。確かにプライドがねありますもん。オタクとしての。そうなんか最近それだったんだけど単発でそういうコンサートの期間中だけビッグバンだったりとかあとよく言ってますね。そうで私多分他で流行りだしたらあんまり押せなくなっちゃう。いるそういう人いる。だから逆張り派。そうなんか初期段階だけ好きみたいな。だからウィッシュも初期はいいなと思った。そうなんだ。ちなみに私も結構それオーディションみたいなのやっててそれも見てたんです。一緒に関しては結構そこから見てるよっていう。その番組めっちゃ面白いんで。トイストーリー5。なんかハゲたやつだよね。僕見たらおすず奪い合いで会うみたいな。ピーピーみたいな。いやグワグワ系じゃなくてちょっとダーク系好きだよね。主人公より好きになっちゃう魅力的ヴィラン。マイケル来てスパイダーマン来ても昔の映画の話とかもしたいんだけど時間が足りません。もう足りないから。